こんにちは。こんにちは。スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん。松山です。スカジャンの話お願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、最近ちょっと寒くなってきたっていうか、はい、涼しいというか寒くなってきましたよね。もう冬ですね。はい。はい、それでスカジャンでも中綿入り、ちょっと防寒性が少しある、中綿入りのスカジャンっていうのを今回持ってきたんですけども、はい、はいはい。まずですね、このアセテートキルトと、あとこちら別鎮ですね。アセテート、両方がアセテートのものと、こちらは別鎮とアセアテートセテートの組み合わせ。はい、そうなんです。で、どちらもはい中綿が入ってるっていうことですね。はい。で今回別鎮はこちらのパープルとこちらの黒ですね。この2つを一応ニューリリースという形でやらせてもらってます。これに惚れまして、私は予約してるんです。まだ取りに行けてないんですけど、もう間もなくこれをゲットしにお店に行かなければというところでね、かっこいいですよ。いや、これ本当にかっこいいですよ。テーラー東洋でもパープルの別鎮っていうのはこれ初なんですよね。そうですよね。はい。しかもこの美しいこの風景柄、はい、すごいいい色なんですよこれ。あと袖にも龍が入ってる感じなんですかね。もう寒くなってきたんで、そろそろ取りに行かなきゃと思ってるところです。でこちらの裏なんですけどね、やはりその中綿が入っているっていうことで、こちらキルティングステッチが入ってるんですけども、はい、そうですね。はい、その1950年代、40年代後半とか50年代当時、そのどうしてもですね、その中綿を入れると、中綿って言っても、そういう高級な中綿じゃなくって、ちょっとこうくず綿みたいなものっていうのをこう入れてたんですよね。その当時はね。そうです。で、それがこう普通だと落ちてきちゃうんですよ。結局下がモコっとなって上がこう薄くなって下がモコっとなっちゃうので、溜まっちゃうんですね。ここに。それを防ぐためにこのキルティングステッチと入れてるんですよね。単なるデザインではないと。ないんです。もう機能なんですねこれは。そうなんです。ただそのキルティングステッチっていうのがちょうどうまくですね、この光沢のあるアステートだったりとか、このレーヨン紙をうまくこうなんかこう抑えてくれてるっていうか、派手さをちょっと抑えてくれてるんですよね。それで私もキルティング大好きで、そうなんですよね。別鎮の方も裏キルティング、こっちのアセテートのものも裏は同じようにキルティングなわけですよね。はい、そうですそうです。かっこよくないですか。ねえ、真っ黒。はい、ちょうど私も今着てるんですけども、はい、こちらヴィンテージこちらですね。もう順次てもうブラック&ホワイトでもう完全なるモノトーンでいってるんですよ。いや、それ刺繍まで全部黒と白で、あと和紙ですよね。和紙を表現してるわけですよね。あとこのパイピング、ロープのパイピングも黒と白のパイピングを使ってるんですよね。あとリブも真っ黒で、すごい大人っぽくて、切り返しがないタイプの単色のね。最近単色にちょっと僕かなり心惹かれてるんで、大人っぽいですよね。こう派手さがこうグッと抑えてあって、そうなんですよね。ですぐ似合ってます。ちょっと真っ黒で、私も下も黒。そうですよね。でこちら裏がちょっと気になると思うんですけども、裏はもう実は派手な、この真っ黒の裏が今度はもうピンクが出てくるんですよ。こちらですね。よいしょ。こちらそこにヴィンテージ飾ってあるんですけど、もう本当にもう色糸もすべて準じてるんですよね。これも50年代とかですか。そうです。50年代ですね。50年代の中期ぐらいですかね。すごくもう色使いがすごくないですか。これも色数が決して多くない感じですね。そうなんです。シルバーですかこれ。シルバーと白ですね。でこの白い色糸を多く使っていることによって冬の風景、冬の風景を表現している感じ。そうなんですよ。この奥にこう滝が見えてですね、五重の塔があって、すごいかっこよくないですか。いい刺繍ですねこれ。ただこちらヴィンテージと違ってキルティング処理がされてるんですよね。キルトステッチ。確かに違うんですね。でこちらなんですけども、やはりこう物で見るっていうのと着るっていうのでちょっとなんですか雰囲気が変わるんですけども、ちょっと私ちょっと裏着てみていいですか。よいしょ。
キルト面、僕も実は今日キルトが着てて、そうだですよね。キルトかっこいいっすよね。キルト側をね、やっぱり、こっち側で着たいタイプなんですよ。はい、性格的に。はい。キルトってキルトかっこいいじゃないですか。キルトかっこいいじゃないですか。キルトかっこいいじゃないですか。はい、そうですね。すごいやっぱりその派手さを抑えて、なんかこうカジュアルな感じになりますよね。キルトじゃないものとキルトのものと着替えても、随分雰囲気が変わるのかなと思って。こちらの和紙もすごい可愛い和紙なんですけど、さらにキルティングステッチによってその抑えられて派手さが抑えられて、すごい本当にこうなんか着やすい感じになるんですよね。このキルトの糸はもう、これ真っ白じゃないですよね。そうですね。ちょっとすごいベージュっぽいというか、真っ白では真っ白だと光りすぎちゃうので、それはちゃんとやっぱり地の色との組み合わせはもちろん変えてるわけですね。ありますあります。そうなんですよね。すごい私これ気に入ってるんですよね。はいはいはい。可愛くないですか。いやね、ガラッとさっきの真っ黒っていうのと雰囲気が変わりますね。あと女の子が着てもすごい可愛く着れると思うんですよね。おすすめです。はい。確かにいいな。もう一着紹介していいですか。もちろんです。お願いします。次はこちらなんですけども、こちらもアセテートキルトのアセテートでニューリリース。両面アセテートですね。そうですそうです。この竜なんですけどね。こちらもその後ろにヴィンテージが飾ってあるんですけど、こちらですね。こちらも1950年代初期のものですね。50年代初期。で色も順次でブルーにシルバーでやってるんですけどね。これもすごいかっこいい双竜なんですけど、そうか、向かい合ってね。そうです。顔がですね結構シュッとしてるんですよ。ちょっとこうエッジが効いてると言いますか。すごい怖い顔してるって言ったらいいのかな。そうですね。強そうな顔してますね。丸っこくないというか、すごいエッジが効いたかっこいい竜なんですよね。ここもいいですね。このジャパンの文字。そうなんです。そうなんですよ。炎もオレンジ、赤ちゃんとオレンジなんですけどね。ブルーにオレンジってかっこいいですよね。はい。胸も竜です。これもすべて竜ですね。で、こちらもキルティング、裏キルティングなんですけど、見てもらっていいですか。よいしょ。よいしょ。こちらなんですよ。かっこいいな、これは。真っ白なんですよ。真っ白で、ボディ真っ白。こちらもここに飾ってあります。ヴィンテージ。これ年代は。こちらも1950年初期ですね。50年代初期。いいですよね。リブも白、刺繍もすごい白い基調とした刺繍。と背中もそうですね。迫力満点の。こうなると、このキルティングの柄が、またこれはこれで効いてきますね。そうなんですよ。柄というかこのステッチがね。そうなんですよ。すごいかっこいいですねこれ。なんかのっぺりしてないというか、このキルトのそのダイヤ型のこのキルトですね。こちらもその全体にこう総柄として、本当にインパクトがあるんですよね。見てください。これもう本当に白い色糸を多く使ってるんですけど、ちゃんと虎に見えますよね。いわゆるその虎のこの縞模様だったりとか、その胸毛だったりとか、たてがみだったりとか、白だけなのにね。これはその光沢のあるレイオン紙を張り足というか運針を変えて、こう角度変えると光の当たり方によって光る場所って変わるじゃないですか。なので同じ色糸を使ってるのにちゃんと柄が見えるんですよ。全然違いますね。全然違うんです。角度によって光沢が違うので、すごいやっぱかっこいいですよね、こういうのって。虎が動いてるみたいですね。生き生きとしてますね。こういうことなんです。いや見ていくと全然違いますね、場所によって。だから知らない人だといろいろ変えてんじゃないかなと思うと思うんですよね。同じ白系で何色か使ってる。一色ですこれは。白のところはですけどね。運針だけで、途中ちょっと黒い模様とか強調爪とか牙とかありますけど、ほぼ白ですね。ほぼ白で、すっごい運針のこの数もものすごい運針数というかですよね、これ。もう計算されたものですね。本当に絵心のある熟練職人さんの仕事ですね。しかもこちら見てほしいんですけど、このパイピング、これヴィンテージに準じてるんですけど、ピンクと白のパイピング使ってるんですよ。白のボディとスリーブが白のものに、ピンクと白のパイピング。しかも控えめなピンクで、あんまり強くこう出てこないピンクなんで。ただ
これがその1950年当時、職人さんがこれを選んだっていうところでもう脱帽ですよね。これ今発見しました、このピンクのアクセント加減を出すために、白2本に対してピンク1本なんですね。これ三つ編みなんですよ。なので2本1本なんですよね。だからすごく本当に控えめなピンクの差し色、そうですね。04紙で三つ編みのパイピングっていうのがそのヴィンテージのスカジャンの一つの特徴ですね。全て21で三つ編みです。すごいかっこいいんですよね。これはね、単色のさっきも黒を見させていただきましたけど、あれは単色面がキルト入ってなかったじゃないですか。単色面にキルトっていうのはこれいいですよね。抑えられますよね。いいですね。ただ、この真っ白、さっきの真っ黒はまだ着やすいと思うんですけど、真っ白ってちょっと着にくいかなって思っちゃいません？やっぱり。確かに派手っちゃ派手なのかな。雪国でも行かない限り。なるほど、保護色ですね。ちょっとこれ着てみたいなと思うんですけど、着た時の雰囲気見てほしいんですよね。見たいです。逆に。これどうしてもね、この単体で見ちゃうと、すっげえ印象が変わるのかもしれない。そうなんです。ぜひお願いします。どうですか？いいですよね。いや僕もね、白一色っていうか、俺も白あったなと思って。今期のじゃないですか。新しいやつですね。これはキルティングじゃないんですけど、これの袖の色とほぼ同じ色なんですかね。オフホワイト。こちらはオフホワイトとシルバーですけど、すごい淡い色の似てますよね、雰囲気が。そう。いや白ってすごい色がね、逆に黒より強いですよっていうんで、あんまりそれがピンときてなかったのは、僕よく着てたんだっていう思いで着替えてみました。ちょうど持ってきてたんで。いや本当にいいと思うんですよね。なかなかでもこういう淡い色のものって少ないんですけど、でも本当にちょっと最初はお客様とは買いにくいっていうかとっつきにくいかもしれないんですけど、実際着ると本当に雰囲気爽やかなんですよ。なんか黒で、帽子黒で、モノトーンね、すごくコーディネートバッチリですよ。大人っぽいですよね。自分でも気に入ってます、この着方。いいですね、白。意外と白ってこう少ないじゃないですか。そうですね。あとちょっと汚れが目立ったりとかいろいろあるかもしれませんけど、あえてそこを大事に着るっていうのは良くないですか？もう僕だってハンガーかけるときは白面を後ろにしてかけてますもんね。気を使うけどそれがまたいいですよね。いや確かにね、それさっき言ってた通り、このキルティングの白、すごくいいです。キルティングがより強調されてる感じがして、僕すごい好きですねこれ。着るといいですよね。着るとだけに。いやちょっとまずいですよ。本当まずい。何がですか？これ何がですか？悩んじゃうんです。だってこれまず取り行ってないですよ、これ紫を。これ取り行かなきゃって言って前回グリーン見ちゃって、実はお店行って、両方着比べてから最終決めようかななんて思ってたところへ来て、これですもんね。これ出てこられたら、また迷っちゃいます？困りますね。さすがやっぱ3着一気にってなかなかまずいですかね。2着までですかね。いやこれいいっすわ。ちょっと人があんまり着てないスカジャンにどうしても僕は走りがちで、あんまりこういうのって見かけないじゃないですか、街でも。いいですよね。なんかすごくいいな。ぜひ。いや悩みますわこれ。今日はそのキルティングのこのスカジャンの紹介をしに来させていただいたんですけども、どうですか？やっぱりキルトってキルト違いますよね。キルトだけに。だから皆さんもキルトを着ていただいて、そのキルティングとキルトのその良さっていう雰囲気を分かっていただけるようにして引っ張りますね。そうです。そのために今日来たんで。キルティングです。キルティングです。キルトです。キルト。ぜひぜひ着てみてください。着てみてください。はい、ありがとうございました。